優香を私たちにちょうだいよ。ね。いいでしょ？は？妹が言ったことが飲み込めず、私は眉間にシワを寄せて聞き返した。優香だって、両親揃った家庭の方が幸せだろ？元夫は薄笑いを浮かべて、優香に手を差し伸べる。優香は驚いたように目を見開いた。今日から私が優香のママよ。あんなに懐いてたじゃない。娘の優香に触れようとする妹の手を振り払い、私は怒鳴った。ふざけないで。あんたたちが私たちを裏切って捨てたくせに何を。全身が沸騰しそうなほどの怒りが私を支配する。妹と元夫は不貞を働き、私たちを裏切っただけでなく、今さら娘まで奪い取ろうとまでしている。ふん、貧乏人のシングルマザーが何言ってるのよ。いいから優香をこっちによこせ。よかったな、優香。新しいママだぞ。次の瞬間、場が凍る言葉を発したのは意外な人物だった。私の名前は里美。31歳で専業主婦をしている。夫の亮太とは6年前に父が設けた見合いの席で知り合った。私の父はそれなりに大きな会社を経営していたが、娘が2人しか生まれなかったため、後継者になれる男性を探していたらしい。そこで見つけたのが、取引先の会社でバリバリ働く亮太だ。口数は少ないが、仕事熱心で家族思いな父のことを尊敬していた私は、勧められるままに見合いをした。おとなしい方で恋愛経験も少なかった私は、亮太の明るい性格に惹かれ、結婚を決めた。結婚してからすぐに娘の優香が生まれ、すくすく育ってもうすぐ4歳になる。関係良好な父と母は近距離で別居していて、亮太とも仲良くやっているし、父の会社の未来も明るい。まさに順風満帆といった生活を送っているが、私には悩みがあった。ある日の休日、自宅のマンションで親子3人ゆっくりしていると、インターホンが鳴った。亮太が対応して私に言う。ああ、アリサちゃんだ。え？また来たの？悩みというのは、このアリサという名の妹のこと。私たちは2人姉妹で育ったが、地味で堅実と言われる私と派手な見た目と性格をした妹はあまり馬が合わなかった。しばらく音信不通だったが、結婚して子供が生まれてから、なぜかこうしてアリサが干渉してくることが増えた。やっほー、お邪魔します。お昼食べてってもいいよね。アリサ、来るならせめて連絡してくれないと。もういいじゃん、お姉ちゃんったら硬いんだから。ね、いいでしょ、亮太さん。そうだな。姉妹なんだし、いいじゃないか。アリサは姉の私から見ても美人だし、甘え上手なところがある。こう言われると、亮太も許してしまう。あ、お姉ちゃん、玄関にあったサンダルかわいいわね。もらっていっていい？何を言ってるの？人のものを欲しがるなってあれだけ。まあまあ、いいじゃないか。里美には俺が新しいのを買ってやるから。おまけに、こうしてアリサは私の持っているものを欲しがるような癖があった。小さい頃から何度お気に入りのおもちゃや雑貨を奪われたことかわからない。だから私は妹が苦手だ。優香ちゃん、元気にしてましたか？ハリサおばちゃん、こんにちは。遊んで遊んで。しかし、アリサは娘のことを可愛がっていて、優香もアリサに懐いている。親族付き合いも大切だし、ここは私が大人にならないと。そう思ってやり過ごしていた。それからしばらくした頃から、亮太の仕事が忙しくなり、帰宅が遅くなることが増えた。休日も接待で家にいなくなり、家にいてもスマホを手放さない。亮太は父の会社と関係の深い会社で営業として働いている。お給料も同世代の男性よりは多くもらっているし、
将来的には父の会社も継ぐ。仕事が忙しい時は理解し、しっかり支えるのが妻としての役目だろう。そう思いながら、なんとか一人で家事や育児をこなしていた。まさか、あんな形で裏切られることになろうとは、想像すらできなかった。その日は優香の4歳の誕生日で、私の実家にみんなで集まり、お祝いしようと準備をしていた。飾り付けや料理の準備などを母とバタバタこなしていると、急に亮太が神妙な面持ちで言った。さとみ、大切な話がある。お父さん、お母さんも聞いてください。え？亮太、どうしたの？優香は別室でアリサと遊んでいてもらい、私たちは座って亮太の話を聞くことにした。実は、別れてほしいんだ。好きな人ができた。亮太が差し出してきたのは記入済みの離婚届。何よこれ。ショックを受けるより先に嫌な予感がしてしまい喉が詰まった。声を出せない私の代わりに父と母が亮太に食ってかかる。亮太くん、どういうことだ？あんまりよ。里美のこと一体何だと思ってるの？優香だっているのに。もうこれ以上里美とは一緒にいられないんです。僕は好きな人と生きていきたい。ねえ亮太、その相手ってまさか。私が声をかけようとした瞬間、ドアが開いて満面の笑みを浮かべたアリサが入ってきて亮太の隣に座った。お察しの通り、私たちそういう関係です。悪い予感は当たっていた。面食らう父と母、そして二人を睨みつける私。アリサ、あんた何を言ってるの？姉の夫と関係を持ったってこと？母は今にも倒れそうな声で言い、父は絶句している。私は声が震えないように言う。そういうこと。わかりました。もうあなたたちの顔なんて見たくない。優香は私が育てる。早く出て行って。もう二度と顔を見せないでちょうだい。夫と妹は顔を見合わせて笑った。お姉ちゃんがそう言うなら、私たち二人で幸せになるね。そうだな。真剣は里美にやるよ。意気投合する二人に母が叫んだ。早く出て行きなさい。あなたたちとはもう絶縁よ。はいはい、さようなら。そして二人は手を取り合い出て行った。アリサは最後にこちらをにやつきながら一別していった。心配そうにこちらを見ていた優香を抱きしめると涙が出てきた。ごめんね優香。お母さんがあなたを幸せにするから。泣きじゃくる私を母が抱きしめ、父はその様子を黙って見ていた。それからしばらくした後、私は離婚届を提出した。その後、私はうつ状態のようになってしまい、体重は10キロも落ちた。でも、一人で娘を育てなければならない。風の噂で元夫と妹が結婚したことは聞いたが、もはや怒りも何も湧いてこなかった。もう忘れなければ。そんな心持ちで、ただ優香のことだけを考え、実家に戻って父と母に協力してもらいながら懸命に育児をした。優香も最初は、お父さんは？と泣いたりしたが、幼いながら理解してくれたのか、だんだんと言わなくなり、新しい生活にも慣れてきた。私は結婚前に働いていた父の会社に再雇用してもらい、仕事にも励んだ。ブランクはあって大変だったが、やりがいもあり、こうやって働きながら優香を大切に育てていこう、頑張ろうという前向きな気持ちになれたのは、離婚から1年が経った頃だった。しかし、優香の5歳の誕生日が過ぎた頃、事件が起こる。
いつものように実家で過ごしていると、急に玄関が開く音がした。なんなのあんたたち。叫ぶような母の声に驚いて玄関へ行くと、そこには元夫と妹が立っていた。今さら何しに来たんだい。あんたたちとはもう絶縁しただろ。帰りなさい。母は制止しようとするが、妹はずかずかと上がり込んできた。いいから大事な話をしに来たのよ。ゆうか、久しぶり。パパだぞ。そんなことを言う二人に私も言った。なんなの？今さらどの面下げて。とりあえず上がりなさい。ゆうか、部屋に行っていなさい。父が静かに言い、私と父と母、そして妹と元夫は向かい合って座った。久しぶりに帰れて嬉しいわ。みんな元気にしてた？あっけらかんという妹に私は土器をにじませて返した。いいから、要件を言いなさいよ。アリサ、俺から言うよ。亮太はアリサの手を取り、見つめ合いながら言った。吐き気がする。さとみ、優香を俺たちで引き取りたいんだ。え？父と母が声を合わせる。優香を私たちにちょうだいよ。ね、いいでしょ？は？自分が何を言っているか分かってるの？二人が言ったことが飲み込めず、私は眉間にシワを寄せて聞き返した。すると亮太は続けた。俺たちも子供が欲しくてさ、頑張ってたんだけど、なかなかできないんだよ。それで不妊治療もしているんだけど、金はかかるし、成果も出ないし。私たち疲れちゃって。で、よく考えたら優香がいるじゃん。優香は私たちの子として育てればいいじゃんって。あんたたちが不妊治療していようとどうだっていい。優香も私たちも関係ない。私はあまりの怒りに手を震わせながら言う。すると、その声に驚いたのか、別室から優香がやってきた。不安げな優香を抱き寄せた私に、亮太はさらに言った。だってさ、優香だって両親揃った家庭の方が幸せだろ？元夫は薄笑いを浮かべて優香に手を差し伸べる。優香は驚いたように目を見開いた。今日から私が優香のママよ。あんなに懐いてたじゃない。今度はアリサも優香に触れようとしてきたが、私は必死に妹の手を振り払い、怒鳴った。ふざけないで。あんたたちが私たちを裏切って捨てたくせに何を。全身が沸騰しそうなほどの怒りが私を支配する。妹と元夫は不貞を働き、私たちを裏切っただけでなく、今さら娘まで奪い取ろうとまでしている。あんたたち、いい加減にしなさい。そんな勝手な言い分がまかり通るわけないじゃない。母が言うが、亮太とアリサはそれさえ無視した。貧乏人のシングルマザーが何言ってるのよ。優香も高級鳥の俺や美人のアリサと暮らした方が幸せになれる。いいから優香をこっちによこせ。よかったな、優香。新しいママだぞ。亮太は薄笑いを浮かべ、なおも優香を奪い取ろうとする。私は優香を強く抱きしめ、守ろうとすることしかできない。亮太が優香の手首を掴んでいった。優香、これからはお父さんと新しいお母さんと暮らそうな。何でも好きなもの買ってやるぞ。今まで我慢してただろ。すると、優香が大きな声で言った。嫌だ、話して。ママを泣かせたパパのとこなんか行きたくない。え？驚いて優香の手を離す亮太。アリサが慌てて言う。優香ちゃんどうしたの？こんな地味でみっともないお母さんより綺麗なママの方がいいよね。ほら、こっちおいで。おばちゃんも嫌い。どっか行って。私はお母さんがいい。
優香は私を強く抱きしめながら叫んだ。私も優香を抱きしめる。そのぬくもりを感じ、涙が溢れてくる。固まる亮太と有沙に、優香はたどたどしく言う。優香、覚えてるもん。お父さんとおばちゃんはお母さんにひどいことをしたでしょ？お母さん、優香に見せないようにだけど、いっぱい泣いてたの。優香知ってるもん。でもお母さん、優香の前では頑張ってニコニコして、お仕事だって頑張ってたよ。母は手で口を押さえ泣いている。私もそうだ。優香の声は涙混じりになっていく。優香のお母さんはお母さんだけ。お父さんやおばちゃんなんていらない。ずっとお母さんとおじいちゃん、おばあちゃんとここにいたいの。優香、ありがとう。優香は私の涙を拭きながらニコリと笑っていった。お母さん。亮太と有沙は無然とした表情で言う。くそ、優香のこと洗脳しやがって。そうよ。あんたの育て方が悪いから。優香ちゃんの気持ちを聞いたでしょ？もう黙りなさい。母が言うが、亮太と有沙はなおも優香に執着した。優香、かわいそうに、お母さんにそう言わされているんだろ？そうよね。本当はお父さんのことも、私のことも大好きなんでしょ？私は優香を自分の後ろに隠して叫んだ。絶対に優香のことは手放さない。あんたたちになんてやるもんか。生意気な。じゃあ力ずくででも連れて行ってやる。そうよ。連れてってしまえばこっちのもんよ。やだ、お母さん。私にしがみつく優香。亮太が怒りの表情でこちらに向かおうとした瞬間、怒号が響いた。いい加減にしないか。そこにいた全員が固まった。その声を出したのは父だった。いつも物静かで冷静、理想的な経営者の父。そんな父のここまで怒った表情は生まれて初めて見た。私でさえポカンとしてしまう。亮太と有沙はなおさらだ。さっきから聞いていれば、絶縁された身でよくもここまでずうずうしく。しかも優香をよこせ？お前たちの頭はスポンジか？このバカどもが。パパ？アリサに言ってるの？お前に言ってるんだよ。私はお前のような娘を持ったことが情けない。育て方を間違えたことでこんな風になってしまった。里美、本当にすまない。アリサに怒鳴った父は私の方を向いて頭を下げた。お父さんやめて。そんなことしなくていいのよ。早く帰れ。二度とこの家の敷居をまたがせない。さあ、今すぐ。父が二人に向かって言うと、これまでひるんでいた亮太と有沙はとんでもないことを言い出した。お父さん、そんなこと言っていいんですか？会社、継いであげませんよ。そうよ、パパ。亮太は次期社長でしょ？そんな口聞かないでよ。私と父と母は今度こそポカーンとして顔を見合わせてしまった。あんたたち、何言ってるの？私が言うと、亮太は得意げに言う。お父さんには里美と有沙しか子供がいなくて、もともと俺はお父さんの会社の後継者として里美と結婚したんだ。でも、妹の有沙と再婚したんだから、娘婿としては変わらないし、いずれ俺が会社を継いだって構わないはずですよね。そうよ。大切な次期社長様なんだからね。丁寧に扱ってもいいじゃない。それを聞いて、母は驚愕と侮蔑の入り混じった表情で言った。あんたたち、まさかお父さんの会社は自分たちのものになるって思ってたの？え？だってそうでしょ？そうなるわよね。すると、父が大きなため息をついていった。まったく、バカにつける薬はないとはこのことだ。絶縁した時点で
そんな可能性はゼロ。お前たちに会社をやるわけない。ちょっとお父さん、それは話が違いますよ。そうよ。私たちにも会社を継ぐ権利はあるでしょ？なぜか驚き、慌てふためく亮太と有沙。社長になれると思って、不妊治療に貯金ほとんど使っちまったぞ。そんなこと知るか。仕事と家庭内のことは切り離して考えなければと思っていたが、もういい。亮太、取締役に事情を話した上で、お前の会社との取引はやめる。まあ、お前が処分されたら考え直してやらんこともないが。はぁ？亮太は慌てふためいている。亮太の会社にとって父の会社は大口取引先。父の会社との取引か亮太の首かとなれば当然父の会社を取るだろう。むしろ今まで勤め続けることができたことが奇跡だというのに。じゃあ後継者はどうするっていうの？そもそもお前たちが心配することじゃない。それに会社は里美に継がせることに決めている。父の発言には私も驚いた。お父さん？お前はこの1年必死で仕事と育児を頑張ってきた。その根性も仕事で出した素晴らしい成果も俺は評価している。経営者など荷が重いと思って進めたことはなかったが、今はお前に継いでほしいと思っている。もちろん、お前が嫌なら無理にとは言わない。お父さん、ありがとう。嬉しい。私は父に認めてもらえたことが嬉しく、またそこまで考えてくれていたことに感謝した。だが、なおも有沙が言い返す。お姉ちゃんなんかに務まるわけがないじゃない。少なくともお前たちより里美はずっと立派な人間だ。里美はこれから金に困ることなどないだろう。お前たちと違ってな。優香だって里美と私たちが立派に育ててみせる。わかったらもう帰れ。母さん、塩持ってこい。父に凄まじい剣幕で追い出された亮太と有沙は逃げるようにその場を立ち去った。二人が去った後、優香を抱きしめていると、優香は父に言った。おじいちゃん、かっこよかった。父は照れ笑いをして、優香の頭を撫でてくれた。それからまた1年後、あれからも亮太と有沙は私たちに付きまとおうとしたので、父が弁護士に頼んで接近禁止命令を出してもらった。それ以降はさすがに身辺は静かだ。父は宣言通り、亮太の会社に事情を説明した。高給取りだった亮太はクビになり、もともと不妊治療でお金がなかった二人は、どんどん関係が悪化したらしく、離婚にまで至ったそうだ。今は仕事の見つからない亮太はアルバイト生活をしていて、有沙は夜の店で働いていると噂で聞いた。しかし、私たちにはもう一切関係のない話だ。優香は小学校に入り、元気に学校に通っている。まだまだ甘えん坊だが、ずいぶんお姉さんらしくなってきた。私はというと、育児をやりながら父の会社で修行している。いつか憧れの父のような経営者になるため、そして優香を幸せにするため、やらなければならないことはたくさんあるのだ。今は忙しいが、大切な人たちに囲まれて充実した日々を過ごせる幸せを改めてかみしめた。